こんにちは。埼玉の片隅から。今回は今行きたい公園の釣り場ベスト3ということで、やっていきたいと思います。第3位、桶川市の城山公園。ここには大池という池がありまして、釣りができるんですね。大池に到着、噴水があります。この日は釣り人さんも何人かいらっしゃいましたね。小物釣りをされている方もいらっしゃいました。そして、釣り台を出してヘラブナを狙ってるんでしょうかね。そういった釣り人さんもいらっしゃいました。この時はこの子供用釣り竿釣りセットですね、釣り竿と仕掛けのセット、これを購入しまして、ちょっと使ってみようじゃないかと。で、釣り竿は 2.7 メートルの振り出し、仕掛けはかなり道糸や針が太いものが入ってたんですけど、針だけ小さいものに交換してそのまま使ってます。で、この釣りをした時はですね、春先だったんですね。で、この辺り、ハスですかね、これから、どんどん葉を茂らせていく、その手前ですね。で、やっているうちにだんだん当たりが出てきて釣れましたということで、釣れたのはタモロコですね。で、現在秋ですけれども、この場所はどうも冬でも釣りになるんじゃないかというようなお話がありましてですね、冬場でも釣り人さんが船、ヘラブナを狙って竿を出されている。小物が釣れるかどうかまではちょっと分かりませんけれども、まだまだそれほど寒くなっていませんので、今行っても多分たくさん小物が釣れるんじゃないでしょうかね。ということで、今行ってみたい釣り場第3位ですね。今度はクチボソが釣れましたと。魚影が濃い公園の池ということですね。で、埼玉県は釣りができる公園というのも結構ありますね。で、一様に魚影が濃いんですね。魚が行き場がないということがあるかもしれませんが、釣れ出すとどんどん釣れるこの公園の池も例外はなくですね、よく釣れた。そして、通常自分が使うような仕掛けよりも釣り糸もかなり太くてですね、多分 1.5 号なのかな、道糸が。それで、重りも結構重いのがついてたと。ですが浮きがよく動いてくれまして、釣果はタモロコが1匹と、あとはクチボソでしたね。釣った魚はリリースですね。基本的には多分公園の釣り場というのは魚を釣っても持ち帰らないでくださいという場合が多いようですね。第2位はですね、鶴ヶ島市運動公園内にある大田ヶ谷沼。鶴ヶ島市運動公園は駐車場が2カ所ありますね。大田ヶ谷沼へ行くには西側の駐車場、こちらが便利です。駐車場、道挟んで公園という形になってますね。で、この動画で行ったのもやはり、第3位の、城山公園と同じですね。春先、初夏の頃ですかね、行って釣りをした時の動画なんですけれども、このチャンネル内では秋にも行ってますね。秋に行った時は長い竿で赤虫を餌に釣りをしたらブルーギルが釣れましたと。ですが、短い竿、この時は 1.8 メートルに、卵針がついていて、餌は、ノズリグルテンダントツを使ってますかね。
こういったグルテン系の餌を使って釣るともっと、クチボソなど中心に釣りができるということです。で仕掛けを投入して、最初ちょっと当たりがないかなという場合があるかもしれませんが、一発目この時はですねブルーギルがかかったんですね。やってるうちにどんどん魚が集まってくるのは、小物釣りのよくあることですね。しばらく竿を出してると魚がどんどん集まってきますね。で練り餌を使っても、ブルーギルも釣れてしまいますが釣れましたということで、埼玉県では公共水面に、特定外来種外来魚ブルーギル、ブラックバス、あとチャネルキャットフィッシュ、いわゆるアメリカナマズですね。これは、公共水面に再リリース禁止になってるんですね。ですから釣れるとちょっと厄介ではありますね。そしてブルーギル結構針飲んじゃうんですよね。そうすると針外すのが大変ですね。ですが、小物もたくさん釣れる沼釣れました。クチボソを中心にとてもよく釣れます。で話によると他の魚も釣れることがあると、カワムツですかねなども釣れるよと、オイカワも釣れるって聞いたかな。コイなども泳いでますけどね、コイはちょっと対象外。このチャンネルではコイを狙って釣るということは、この場所ではありませんけれども、ちょっといいクチボソ、この時は、初夏の頃で婚姻色も出ていますね。秋今言っても婚姻色のクチボソはあまり釣れないと思いますけれども、ただまだまだ気温の高めの日が多いでしょうから、たくさん小物が釣れるんじゃないでしょうか。なので今行ってみたい公園の釣り場ということで第2位ですね。ここは沼の周りをですね歩いても遊歩道的なものもついていまして、散歩にもいい場所で、たくさんの方が実際散歩に訪れてますね。犬を連れて歩いている方なんかもいらっしゃいますね。そして釣りをしていると結構お声掛けをいただく、何が釣れるんですかということで、聞かれることがありますね。たくさんのクチボソとブルーギルが釣れてます。またここなども行って、小物釣りを味わいたい、今行きたい釣り場第2位ですね。鶴ヶ島運動公園の大田ヶ谷沼です。クチボソだけリリースということで、第1位の発表の前に番外編です。ここは東京都石神井公園の池ですね。埼玉の片隅からということでやっていますので、東京都は、プチ遠征ということで番外編としました。釣りに行ったのは、7月頃でしょうかね。やはり時期が秋ではないんですけれども、ここも小物釣り、秋もシーズンだということで、今どうなっているか行ってみたい場所の一つですね。で釣りをした時は釣りの可能区域の中で、立ち入り禁止の区間ができてまして、何か、整備をするのかなというような状況だったので、そこを外して、風が強かったので草際を狙って、風の影響を受けにくい場所を狙って釣りをしたんですね。でなんか数年前に貝掘りをしたか何かで
魚があまりいないよ、釣れないよという時期もあったようなんですが、行ってみたら兄はからんや、早速タモロコが釣れました。で水面、上を飛び交うトンボ、仕掛けを入れたらすぐ釣れましたということで、今度はクチボソが釣れてますね。ここのクチボソは少し黄色っぽい感じがしましたね。そしてラインもくっきりしています。5センチ強のクチボソが釣れました。こんな感じで、隣にあるのは柳の枝も風を遮ってくれましたね。また釣れました。もう入れてすぐ釣れる。自分が釣りをした印象では、とても魚影が濃い感じでしたね。仕掛けを投入して、ほどなく当たりがあるという感じ。一頭ごとに当たりがあるというような。浮きがじわーっと動いてますね。かかりました。で、これはということなんですが、驚きましたね。釣れてきたのは大陸バラタナゴが釣れました。若干色が出ているオスですね。この池にタナゴがいるとは思ってもいなかったので、嬉しい驚き。タモロコやクチボソ、そしてフナが混ざって釣れてくるのかなと思ってたんですけどもね、大陸バラタナゴが釣れたと。でこの日の釣果は、タモロコやクチボソ、そしてタナゴが1匹と、短時間でやはりたくさん釣れる魚影が濃い公園の池だったと。今行っても随分楽しい釣りになるんじゃないでしょうかね。そして公園の周辺というかね、遊歩道ももちろんありますし、家族連れで行かれても楽しめるんじゃないでしょうかね。ボートなんかも乗れますしね。で、第1位です。さいたま市別所沼公園。別所沼ですね。ここもこのチャンネルでは何度も訪れている公園の釣り場。これはメタセコイアの実ですね。秋、この時は秋の釣りになっています。で、秋だんだん遅くなってきますと、このメタセコイアが、正面見えてますが、あれが紅葉してとても綺麗です。だからやはり家族で、散歩がてらというかね、行楽のような感じで行って釣りも楽しむと、そういうのにとても向いてるんじゃないかなと思います。そして実際に真冬に釣りに行っても結構釣れたりしたんですね。ですからいつ行っても多分釣れるんじゃないかなと。で、釣れるのは、自分はクチボソを中心に釣ってます。でも夏場近辺ですかね、テナガエビなんかも釣れるという話を伺ってますね。それなんかも試してみたいですが、秋行かれるとやはりクチボソ中心に楽しい釣りになると思います。とても魚影が濃い、当たりも多いで楽しめるんじゃないかなと、ご家族でも気軽に楽しめる。で、クチボソの当たりっていうのはかなり浮きをグッと引っ張って、派手で面白いんですよ。で、だからといってなかなかかからなかったりして、それがもどかしいというのもありますけれども、動きが多い釣りなので子供さんでも多分すごく楽しいんじゃないかなと思いますね。で、釣れる魚が割と小さめなので、小さい釣り針があるとよりたくさん釣れるかなと思いますが、市販のタナゴ仕掛けなんかでも十分、面白く釣れますね。
で今正面噴水が見えてますけれども、これ撮影さんが、考察していることなんですけどね、噴水がある公園というのは水が攪拌されるせいなのか、冬でも結構釣りになる場所が多いんじゃないかという話がありますね。でこの日はちょっと行ってちょっと釣って、クチボソが11匹と。クチボソ釣りも奥行きが深いですね。これを専門に釣ろうとするとやはりそれなりに努力が必要になりますね。ということで、今行きたい公園の釣り場ベスト3ご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、高評価どうぞよろしくお願いします。